僕はマッサージガンも持ってるんですけど、使ってないです。こっちの方が早く簡単にしっかり筋肉がほぐれるからなんですね。なのでこんにちは。皆さん指のケアどうやってやってますか？今までもいろんな指ケアの動画上げてきたんですが、さらに研究を進めて、今やっている最新の僕が登りに行った時とか、登った後とかにやっている指ケアのお話しします。指のケアとかセルフケア、ボディケアっていうのは、登る時とは別の時間にやるって思ってる方が多いかもしれません。患者さんのお話もそうですし、ジムに僕が登りに行ってお客さんを見ていても、あまり登っている時にケアをしているっていう方は少ないですね。多分自宅に帰ってストレッチしたり、マッサージしたり、登らない日に何かやったりしている方も多いと思います。で、それはそれですごくいいんですが、一番大事なのは登ってる時なんですね。登りに行った日にジムにいる間にケアをしてしまうっていうのが一番効率的です。今僕は登ってる間のケアで大体もうケアを済ませてます。3つあるんですけど、1つは登る前のきちっとしたウォームアップ。で、もう1つは登った後のきちんとしたクールダウン。これは皆さんなんとなくイメージがつくと思います。登る前に僕はストレッチよりもマッサージをお勧めしていますが、例えばストレッチをやる方もいるし、マッサージをしたり、体を温める運動をしたり、それはすごくいい。で、登った後もストレッチをしたり、マッサージをしたり、例えば入浴するとかね、いろんなケアの仕方ありますよね。ただ実は一番効果があって簡単でてきめんに効果が出るのは登ってる間の時間です。ここを有効活用していくとすごく指の調子が良くなります。登ってる合間のちょっと休憩の時間ってありますよね。課題を何回かトライして次の課題に移るなり、もうワントライするまでの間と座って休んだりとか、あとオブザベーションしてる間の時間とか、そこをケアの時間に当ててしまうっていうやり方です。ちょっとやってみましょうか。一つはこれですね。これだけ覚えてもらえればいいぐらいな、すごくいいやり方。前腕のマッサージなんですけど、腕の内側ですね。そこを反対側の手のひらの付け根のあたりで軽く押さえて、縦にちょっとこう皮膚をずらしていくような感じ。ポイントは縦にやるってことですね。これね、すごく緩みます。僕はマッサージガンも持ってるんですけど、最近マッサージガンでマッサージしてる方よく見ます。患者さんでも使ってるって方多いんですけど、僕も持ってます。ただ、使ってないです。なんでかっていうと、こっちの方が早く簡単にしっかり筋肉がほぐれるからなんですね。マッサージガン捨てる必要はないんですけど、手でやった方が早いし簡単です。ポイントは縦にやってあげる。それから少し圧を当てて、少ししっかり押して縦に動かすってことですね。で、筋肉は肘から手首、もっと言うと手のひらの方までありますから、ちゃんとこう、一箇所だけじゃなくて全体をやってあげる。なおかつこの内側ですね。ここもやってあげるといいです。これすごく効きます。肘が痛い方なんかこの部分しっかりやってあげるといいですね。調子が悪い指が決まってる方、例えば中指だけいつも痛いとか、薬指だけいつも痛いとか、そういう場合はこの状態で、例えば中指が痛いとしたら、中指を動かすと前腕でピクピク動く場所がわかります。あ、ここが動いてるなっていうのがわかります。これで動く場所が中指を動かしている筋肉です。中指が例えば痛い方だったら、中指を動かしている筋肉を特に狙って、こう指でやってあげてもいいです。これも縦方向に。もしくはこれでもいいです。狙ってやる場合は、どこを狙いをつけたらいいかは、直したい指を動かせばわかります。薬指を直したければ、薬指を動かした時に動く前腕の部位、そこをマッサージしてあげる。これがすごくきます。これが一つ。もう一つは反対側ですね。腕の外側、外側です。こっち側もほぐしてやるとよりいいです。この場合も同じですね。こういう感じ。膝の上に手を当てて、横から見るとこういう感じですね。こういう感じです。ポイントは肘をしっかり伸ばしてやること。さっきの前腕の内側の時は肘を曲げてます。こういう感じですね。横から見るとね。なぜかというと、ここをたるませたいからですね。逆に外側をやるときはここをたるませたいので肘を伸ばします。で、縦にやってあげる。手首の方から肘の方。特に外側は上腕まで伸びてる筋肉がありますので、なんなら二の腕も一緒にこうやってあげるといいです。何度も言いますが、ポイントは縦方向。これ皮膚をこすってるんではなくて、皮膚自体を動かしてる感じです。これがポイントです。皮膚をずらすことによって、皮膚と筋肉と筋膜、
が、これが動いてくれます。そうすると、筋膜がリリースされて、筋繊維もほぐれて、循環も良くなって、痛みが減ったり、こわばりが取れたり、柔軟性が増したりします。これが2つ目。もう一つ、じゃあ手の方どうしましょう。これも今までボルダリング体操とかいろんな形でお知らせしてきたんですが、あれはあれでいいです。今までの動画にあるものもすごくいいんですけど、最近特にお勧めしてて簡単で効果があるのは、膝の上に手を当てて、手のひら下です。で、反対の手のひらで、指を、これも一緒ですね。指の皮膚をこするんではなくて、皮膚を動かしてあげる感じ。ゴシ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 っていう感じ。これも縦方向です。第一関節が痛い方は第一関節をこう軽く縦方向に皮膚を動かしてあげます。第二関節の方は第二関節。でも全部やった方がいいですね。皆さんね。痛くないところもやってあげてください。で、手の甲もやってあげてください。手のひらの中に指を動かしている小さな筋肉が何種類かあります。反対側もこういう形で指をももの上に当てて上から縦に皮膚を動かしてあげる感じ。こういう感じです。手首が痛い方でしたら手首周りも痛くないように気をつけながらやってください。これすべて痛いのを我慢してやるようなことはしないでください。指が痛い方も痛くない程度にやってください。痛くない人は少し強めにやっても構いません。痛い方は痛くない程度に優しめにやってあげてください。その代わり優しめにやる場合は少し丁寧に時間をかけてやってあげてもいいです。これだけでね、ものすごく緩みます。今ちょっとやってみていただいた方はわかると思うんですけど、この前腕のマッサージ、内側、外側、手の甲、手のひら、こうやるだけで、かなり動きが良くなります。あと、ちょっとしたその場で起きた、例えばカチモチをしすぎて指が痛いとかね、きしんじゃうとかいうぐらいでしたらこれですぐに取れますから、もうトライの合間に、例えばジムに行って3時間登るとしたら、10分ぐらいトライしたらちょっと疲れて休む。その時にもうこのマッサージを入れていく。1回ジムに行ったら10回20回この作業をやる。それだけで少なくとも前腕に関してはアフターケアみたいなのいらないぐらい調子が良くなります。翌日もう全然違う感じになるんですけど、ジムに着いた時は指がそんなに痛くないんだけど、だんだんトライを重ねて後半になってくると痛くて辛くなってきちゃう。腫れてきちゃう。で、翌日さらに腫れているみたいな方も、これをこう合間合間で3トライやったらもう1回マッサージを入れるみたいな形で、もう頻繁にマッサージをしながらトライをしていくっていうことをやっていただくと、かなり症状が軽減する場合が多いです。もちろんこれでも良くならないこともあるので、そういう方はトライの数を減らす、登る時間を短くする、登る回数を減らす、うちのようなボディケアの専門家のところに行って、さらに良くしてもらうとか、やっていただく必要はあるんですけども、軽いものでしたら、これだけでかなり軽減しますし、少なくとも悪化のスピードを遅くできます。コンペ前にね、追い込みすぎて指が痛くなるなんていうことを防ぐのにも役に立ちますし、今すでに指が痛い方が登りながらなんとかいい方に持っていきたいっていう方にもいいです。これぜひやってください。もう一度まとめてお話ししますと、今日お話ししたのは、一つは前腕と手指のマッサージの仕方です。ただそれをやるタイミングがポイントだっていうことですね。登りに行ったジムに行ってる時にマッサージをするっていうのがすごく大事だっていうお話です。登る前とか登った後のボディケアはもちろん大事なんで、それは続けていただきたいし、登らない日のボディケアももちろん大事なんですが、登ってる時に疲れをためない、その場のケアっていうのが一番大事で効果もあるし、少ない労力で成果が出やすいっていうことですね。今日やったこの前腕とか指のマッサージのやり方は、これもちろん登る間だけしか使えないやり方じゃないです。登る前も登った後も、あと登らない日もいつでも使えるやり方なので、もうとにかくこれを毎日やるだけでかなり良くなる方もいます。で、今までご紹介してた、例えばボルダリング体操っていう体操のビデオがありますけど、あれはあれでいいんです。例えばこう腕ブラブラっていう体操があります。こう腕をブラブラしながら前腕を圧迫した状態で動かしてあげたりとか、指をこうね、指ゆらゆらっていうこういう体操。あとは手のひらにぎにぎですね。こういう体操。いろいろすでにご紹介して、たくさんの方に見ていただいてます。これはこれですごく効きます。ただ今日お伝えしたのはより即効性がある強い刺激のケアです。ただそれでも別に痛みが出るようなものではないし、マッサージガンを当てたりとか、指圧的なマッサージと比べれば全然優しくて筋肉にダメージが少ない。かつ、マッサージガンを当てるよりもはるかに早く
ほぐれてコンディションも良くなります。今のところ僕がいろいろ試した、自分でできるやり方の中ではね、一番効果的だと思いますので、ぜひやってください。次回はストレッチのやるタイミングのお話もしたいと思います。